書道入門。点の書き方を習得しよう。この動画では字を書くことが楽しくなるヒントをお伝えしていきます。こんにちは、書道作家の山田しおりです。創作文字を生かしたロゴ制作や抽象作品を国内外で展示しています。今日は楷書の点の書き方についてお伝えします。点をいざ書くときに意外と難しいと感じませんか？どうやって筆を使っているのか、何が正解かなど、実は書道家でも難しい文字を構成する一つとされています。この動画を見ていただくと、基本の2種類の点の書き方を理屈で理解でき、文字を書くときに応用できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。実は点の種類は20種類以上あると言われています。点の名称についての説明などはここでは割愛しますが、それだけ点の形は字によって様々に使われているということになります。よく目にするものですと、烈火と言われる部首の漢字に点、魚、鳥、粒という部首の漢字に学ぶ、覚える、雨や科目の科の点が2つ並んだ漢字、そして浮かんむりの一番初めに打つ点も点の種類に属します。今回はよく使われる部首烈火の4つの点のうち、一番初めに打つ点と最後に打つ点についてお伝えしていきます。この点を見ると、まずは点を打つ方向が逆方向になっています。左側に沿って打つ点と右側に沿って打つ点、また点の形や膨らんでいる位置が逆になっているのがわかりますね。では左に沿る点を分解して説明していきます。点の入れ方は横線や縦線と同じ涙の形に筆を入れます。次に点の場合は線を引くというよりも筆を紙に下ろしていくようにして、最後に筆先を揃えながら斜め上方向に少しだけ力を加えながら、筆を紙から離していきます。この涙の形から矢印の方向に順に動かすイメージです。ここで点の形を作ろうと筆を引いている方向以外に動かしてしまうと二度書きのようになってしまうので注意しましょう。続いて右に反る点です。筆の入れ方、筆を下ろしながら書くのは同じです。次にほんのちょっとだけ、右斜め上方向に力を加えて筆先を揃えながら紙から離していきます。では実際に書いてみます。続いてスローモーションです。先ほどお伝えしたように筆を入れた後、線を引くより筆を下ろしていくようなイメージです。左に反る点は少しだけ筆の向きを、右方向に回転させながら筆の側面で力を加えるイメージです。でもやりすぎは禁物です。
次に右に反る点を書いてみます。続いてスローモーションです。右に反る点は腕の角度を変えず力を右に加えるイメージです。では、点の部首である劣化、これはレンガとも言います。その漢字を3つ書いてみます。1つ目は点。2つ目は魚。3つ目は鳥です。鳥の場合は点や魚に比べて点を打つスペースが狭くなっていると思いますので、そのあたりは全体のバランスを見ながら、大きさなどを調整してみてください。いかがでしたか？楷書の美しい点を描くのは書道家でも難しいと言われています。収筆で筆先をいろいろな方向に動かして点の形を作ろうとするよりも、三折法のリズムで筆を入れる、筆を下ろす、筆先をまとめながら上げるというイメージで描いてみてくださいね。